501スリランカコネクトです。私たちはですね、定期的にスリランカと日本に関連するような動画を上げています。で、今回は何を紹介しますか？そうですね。今回は、東京オリンピックとパラリンピックに出場した、スリランカの選手たちの結果を発表したいと思います。はい。で、内容としては3つありまして、オリンピックの結果紹介。で、2つ目がパラリンピックの結果紹介。で、最後、3つ目がですね、これまでの過去のスリランカの方のメダリストの紹介をしたいと思います。はい。はい。ではですね、早速1つ目のオリンピックの結果について、アシャンさんちょっと紹介をお願いします。はい、これは、今回の東京オリンピックの結果でした。大体みんなちょっと予選敗退の感じですね。その予選に入ること自体もちょっと素晴らしいことだと思いますので、次回はですね、その選手人に対して、これはなんかモチベーションにつながるかなと思いますね。そうですね。で、ちなみに馬術のところですね、マチルダ・カールソン選手なんですけど、失権というふうにありまして、失権というのが馬がですね、あんまりちゃんと従わなかったりとか、経路違反をしたりとか、あとは落馬をした場合、それ以降走行を続けてはいけないっていうのが、失権になります。なので、ちょっと競技を続行することができなくなってしまったっていうことになりますね。1年ずれてのオリンピックなので、3年後にまたパリでオリンピックあるので、次もどんどん、今回、全部で9人でしたっけ？9人。そうですね。9人なので、さらに他の競技とかも、今回を機にですね、例えばいろんな功績があったので、それでオリンピックのための選手とか、パラリンピックのためにスリランカ政府がお金を投じて、さらに9人以上選手が参加するようになっていると、さらに盛り上がるんじゃないかなと思いますね。はい。そうですね。では次ですね、パラリンピックの成績。はい。はい、こちらは、今回のパラリンピックの結果でした。結構優秀な選手たちがいましたよね。なんか金メダルも銅メダルも取れたし、で、今回世界記録も出たし。はい、そうですね。で、今お話に出た通り、史上初ですね、スリランカの選手で金メダルを獲得した選手が出ました。で、やり投げの選手なんですけれど、やり投げ、そうですね、2位の選手も3位の選手もインドの出身の方なので、南アジアがその表彰台を独占したっていう、結構素晴らしいことなんじゃないかなって思いますね。で、しかも2位の方、リオオリンピックでは2位の方は金メダル取ってて、で、今回、銀メダルなんですよね。で、さらに彼自身もワールドレコードは出してたんですけど、スリランカの選手の方がさらにすごいワールドレコードを出して優勝ということで素晴らしいですよね。で、さらにやり投げってなんか南アジアの選手強いのか、オリンピックのやり投げの男子やり投げの方の優勝もインドの方なんですよね。金メダルを取られているので、結構なんか南アジアの中でやり投げっていうイメージがなかったので、結構びっくりしたのが今回ですね。はい。で、最後に過去のオリンピックでのメダリストのスリランカ出身の方でメダルを取った紹介をしたいと思います。はい。そうですね。今までというか、その2021年までの3人がいました。最初はスリランカの初のメダリスト、ダンカン・ワイトさんですね。1948年のロンドンオリンピックで陸上400メートルの銀メダルを取れました。で、次はスサンティガ・ジャイシンガさんですね。2000年のシドニーオリンピックで陸上200メートルの銀メダルを取れました。で、次はプラディープ・サンジェイさん。で、ちょっと最近でもないですか。2012年のロンドンパラリンピックゲームズの400メートルの銅メダルを取れました。この3人ですね。はい、ありがとうございます。
で、やっぱり、どんどんメダリストが出れば出るほど、その国のスポーツ協会とかにどんどんお金も集まってくるので、いい循環が生まれる。で、例えば今回やり投げの選手ですごい素晴らしい成績を収めてたんですけど、パラリンピックってあんまりこう支援がないんですけど、クリケット協会がお金を寄付するというか、さらにこう預けたいっていう風なお話も出てるので、そういう風にどんどんいい循環が回っていくんじゃないかなっていう風に思うので、これからもどんどんメダリストが出ると、全然どんどん出てくるんじゃないかなっていう風に思いますよね。はい。はい。で、今回、パラリンピック、オリンピックの結果の紹介となりました。で、スリランカコネクトでですね、定期的に日本とスリランカに関連するような情報をお届けしてますので、もしよろしければですね、チャンネル登録お願いします。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。スバダワサク。